はい、インクルードシリーズ、90の M7 ですね、ジョーブレーカー、これでいろいろ投げてみたいと思います。リールはこれ4000番の XG の PE は 1.5 号のリーダー25ポンド、はい、これでいろいろ投げてみたいと思います。まずは16センチ、43グラム、だいたい30グラムから40グラムぐらいがベストルアー、ベストウェイトになってきますね。はい。じゃあ投げます。ちょっとこの竿の長さを生かしてバットに乗せ切って振り抜く、ボディに乗せ切って振り抜くっていう感じですね。やっぱりこう抜け感はいいですね。やっぱこの9フィートっていう長さの持ち重り感はまるでしないんで、テイクバックでゆっくりいって乗せて振り抜く、はい、十分にやっぱりここがぐっと曲がって乗ってるなっていうのは今の一瞬の間ですごく感じれたんで、やっぱこう乗せて振り抜く竿ですね。でティップがやや遅れてついてくる感覚があるんで、そこで放出刺す、よりこっからの手前側の乗せての引きですね、そういったので活かせれると思いますね。スローのイメージですけど、ここまで来てここですね、体のこの前側で振り抜いて押す引くさばきになってくると思いますね。だから十分にやっぱここにバットベリー部分にルアーを乗せて投げたい、竿の反動を使って投げたい、そういったキャスト特性になりますね。で竿のポジション、ここでも固定してたら竿をロッドを立てた状態でも先重り感は感じられません。やっぱこう手前に障害物とかサーフとか波打ちでラインを叩かないとかいう時はこういった部分になってくるんで、ロングロッドの特性ですね、縦気味のロッド操作、そういう時はこことここら辺で固定して竿先を固定で先重り感をなくしてリーディングに集中っていうパターンですかね。はい。でこう振り抜く、いいですね。で下げる時も一緒ですね。やはり2点で指示、これが手元感覚に集中できますね。はい、次は55g のトップウォータープラグですね。これはもう重心移動とかもなく普通のタイプのルアーです。投げます。はい、十分いいですね。背負えますね。よりバットに重みを乗せて投げれる感じ、ここでもまだ余裕は感じますけれども、十分ベリーがグーって曲がってるなっていう投げた時の感覚は受け取れますね。でアクションに関してこういうハトバーとか少し足場が高い部分に関してはこういうペンシルドッグウォーク系でも十分にアクションつけやすいですね。はい、もうちょっと力入れて投げてみます。よく飛びましたね。これは十分に乗せた状態で、感覚なんですけど、少しもうちょっとバットに乗らんかな、ベリーに乗らんかなっていう感覚で今投げてみましたね。でやっぱこう放出の時の弾いて竿が飛ばしている感じ、アングラーが肉体を使っている投げている感覚よりも竿が9フィートの長さを生かしてルアーを遠くに飛ばしている感覚が強く今受け取られましたね。はい、次は70g、これは青物用の誘い出し系なんですけれども 70g で釣り場とか青物とか狙いたいなっていう時はこういう70g までこの辺まで背負えるんですっていうところですね。はい、キャストします。ゆっくり誘い出してみる。リーディングでゆっくり誘い出してみる。ゆっくり誘い出してみる。リーディングこう丁寧な誘い出しでもリーディングでボリボリってルアーを動かす感じですね。
十分に乗せてやっぱ振り抜きのインパクトでバンと飛ばす。いいですね。ティップの感じはルアーの抵抗にもよるんですけど、こういうペンシル系の誘い出しで青ももし狙うとかだったら十分に、それよりもリールのこの回転で持ってくる感じですかね。ティップはこうキューって入ってって引いてくるっていうところで、そのティップが負けてる感じはしないですね。はい、次は14センチの23グラムフローティングミノ、これら辺でいってみます。この辺は非常に飛距離が出て投げやすいルアーですね。いきます。はい、飛行姿勢がこれはいいんでビヨー飛びます。すごいストレスなく、今も7、8割ぐらいの力で投げましたけれども、全然ストレスなく23グラム、これバットに乗ってる感があります。そのルアーからで竿を振った時ももちろん曲がってなるんですけど、この23グラムっていう負荷でも十分にギュッと溜めてくれますね。はい、非常に投げやすいですね。だからこの辺をメインでさらに人間が力を入れていってどこまで飛距離を伸ばせるかっていうところで、ロングキャストしたいってなったら人間がそこを意識してより強い力で竿を振っていくっていうところで応えてくれますね。もうちょっと力入れていきます。投げます。これは今だいぶマックスに近いぐらいに振り抜いてみましたね。やっぱ飛距離が数メーター伸びた感じですね。もちろん十分にルアーウェイトは竿のベリー部分には乗ってます。で、放出のインパクトのティップ側の仕事で弾き飛んでるっていう感覚はありますね。で、この投げた時のこの抜け感ですね。この RG ガイド、収束してるって感じ。抜け感いいですね、やっぱり。こうラインが抵抗になってない感っていうのがやっぱこう伝わってきますね。このリーディングの時にもいいですね。すごいリールを巻いた時の滑らか感もこういう数多くついてるガイドが邪魔になっていないっていう。はい、次はバイブレーション系のジグヘッド、ファームのついてるタイプですね。これは16グラム。これも飛距離出るタイプなんで、思いっきり竿を振り抜いていきたいと思います。いいですね。やっぱこれはルアーの乗ってる感っていうよりも振り抜き感ですね。でこう今バイブレーションしているルアーが非常に伝わってきますね。竿先からプル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 っと、竿先の振動から手元のバットのグリップまで十分伝わってきてますね。で竿の固定感ですね。グリップ、このヘキサゴンリールシートのグッと握ってる感じ、いいですね。すごい伝わってきますね、ルアーの振動というか。で今波がこう強弱出るんですけど、引き波のルアーの重み、そういう抜け感とかも十分伝わってきて、感度は全然取れてますね。投げます。で竿を立てた時、水深ここ浅いんでこういうシチュエーションもあると思うんで、竿を立てた時にこう立てながらのリーディングですね。こういう感じの一定速度のリーディングで、ちょっとちょんちょんちょんアクションを入れてルアーを不規則な動き、反射部位を誘発するという、こういう感じですね。いい感じですね。やっぱブルブル感度が、ルアーの波動が伝わってきてますね。最後はこう 10g のジグヘッドワーム、この辺で投げてみます。10g になるとルアーの自重をあまり感じなくなってくる。なので竿の振り抜き重心で、竿の遠心力で飛ばしている、そういった感覚になってきますね。10g を人間が感じ取っていく、より集中させて感じ取っていって乗ってるかなっていうところで
放出さすっていう投げ方になってきますね。まあ今回スペック上は、10から50、今投げたのは、まあ、10g から 70g まで投げてみました。まあ、正直まあ 70g でも竿はぐっと曲がって仕事はしました。まあ、やはりこうベストウェイト 30g 前後、そういったのが扱いやすい竿というか、そのルアー性能で、23g でしたっけね、あの辺のルアーを振り抜いた時にすごい人間のバランス、振り抜きのバランス、ルアーの仕事で一番飛距離が出るぐらいのこう初速とインパクトのシュンって飛んでいくのが体感できたんで、やっぱその竿の特性なり生かしてこの90のレングスの竿の長さ、それで乗せて振り抜けるっていう飛距離の出し方っていうのがあるので、その辺を皆さん体感してみてください。